こんにちは。パート2です。今回は CPU のメモリの構成や、ブロックダイアグラムなどの、紹介をします。まずは CPU のレジスタの構成です。これがその図です。見てもらったらわかる通り、基本は3ビットです。一番左上がアキュムレーター、その下の A から D が汎用レジスタです。この2者の違いは、アキュムレーターには加算や減算の結果や、ジャンプ命令などの時にも、使われるということです。フラグは2つあります。1つはごく普通のキャリーフラグです。キャリーフラグは、計算で桁上がりが生じた際、その桁上がりを1クロック分だけ、保存する場所です。常に更新されるようになってます。そしてその右にある謎のやつは、自分が考えて適当に作った、ジャンプフラグ、というやつです。こいつの役割は下に6ビットのレジスタがあることと、大いに関係があります。その下の PC が、プログラムカウンタです。ここで1クロックごとに、1ずつ数え上げることで、その値のアドレスを参照し、プログラムを手に入れます。命令フェッチってやつです。その下の SP は、スタックポインタです。この CPU では、機能が簡素化されていて、サブルーチンを読んだ際のアドレスを、保存するだけのものです。その下の SUP は、サポートレジスタです。これもオリジナルです。さて、ここで今まで溜まってきたであろう疑問を、解消していきます。まず、プログラムカウンタが6ビットなのは、3ビットじゃ物足りないからです。前回紹介した事情で、3ビット CPU となってしまった、MLM7。でも、プログラムはたくさん書きたい。そんな時に6ビットだったのです。3、4ビットでは物足りない。でも、8ビットはちょっと多い。そんなあなたに6ビット、だったわけです。しかも偶然6は3の2倍。3ビット CPU にとってはとても都合のいい数でした。こうして、ある程度のプログラムの規模、つまり64行のコードをかけながら、演算自体は3ビットとシンプル、ちょうど良いバランスになったのです。しかし、ここで5つの新たな問題が浮上します。それはジャンプ命令の際、6ビットのアドレスを指定しないといけないのに、イミディエートデータは3ビットしかない、ということです。ここで先ほど出てきた J フラグと SUP が、解決の鍵となるのです。つまり、ジャンプ命令をする際は、2段階に分けてアドレスを指定する、という方法です。具体的に説明します。まず、何らかのジャンプ命令を実行します。例えば、JMP、JNC などです。この時のイミディエートデータで、3ビットのアドレスを指定します。そして、このデータを SUP レジスタに入れます。その次の命令で SUP 命令、サポート命令、を、実行します。この命令のイミディエートデータ3ビット分も、アドレス指定用です。そして、先ほど SUP レジスタに入れた3ビットを上位3ビット、後の命令のイミディエートデータ3ビットを下位3ビットとして、同時にプログラムカウンタに転送することで、ジャンプを実行できます。しかし、このシステムだけでは不完全な点が存在します。それは条件分岐の時です。ジャンプ系の命令の後の SUP 命令で、常にジャンプしていたら、条件分岐ができなくなります。そこで、ジャンプ命令が来た時点で、ジャンプするかどうかを、J フラグに保存します。SUP 命令が来た時に、J フラグが立っていたらジャンプを実行、つまり、PC への転送を行い、J フラグが立っていなかったら、何もしないようにする、ということです。以上で CPU のレジスタ構成の解説は終わりです。次に、ブロックダイアグラムの紹介をします。これが、ブロックダイアグラムです。ブロックダイアグラムとは、機能ごとに分かれているブロックと、そのブロック同士の関係を、示した図です。図では、様々なブロックや線があります。まずは、線の種類を解説します。単線の矢印が一般的なデータ線です。左下の一部の線が6ビット、フラグ関係は1ビット、それ以外は3ビットです。二重線は、デコーダーからそれぞれのユニットへの命令です。命令伝達用の線のビット数は後々考えます。最後に、点線は ROM からのデータを表してます。次に、図に見えるそれぞれのブロックの説明をします。これがアキュムレーター。これが汎用レジスタ。これが IO。これが SUP、PC、SP、です。途中にある、加算回路は、スタックポインタに、値を格納する際、多数値する必要があるためで、じゃあ、なぜ ALU を通さないのかというと、ALU を完全に3ビット対応にしたかったからです。そのために6ビット専用の経路を用意しました。これがデコーダー。ここから命令がやってきます。そして、それを変換して、それぞれのブロックへと送ります。これは MLM7 と6の大きな違いの一つです。プログラムカウンタ系の処理もしかりですけど、これがデータセレクタ。演算装置へと送る信号を、2つ選択して送ります。これが ALU、算術論理演算装置です。通常は論理演算と加算、減算などができるものですが、MLM7 の場合は、
足し算と引き算しかできないので、ALU もどきとなってます。これがフラグです。C と J が1ビットずつあります。これでブロックダイアグラムの説明は終わりです。ご視聴、ありがとうございました。